こんばんは。夫婦深夜トーク。こんばんは。セイゴ&ブレンです。で、今日はこんばんは第4夜のちょっと特別編はいになります。いつもはベッドの上からね、うんお送りしてるんですけども、番組になっちそうゃう。今日はちょうどね結婚記念日そうだったので、その結婚記念日の後そのまま動画を撮ろうってことで、そうちょっといつもと違う感じ、テーブルのところで撮ってます。テーブルの上でところでっつった手をって言おうとしたでしょ。そうバテレた。ーブルに乗ってませんよ。テーブルの上でって言おうとしたけどところでって言い直した。テーブルに座りますよってその結婚記念日の動画を撮って、ちょっと片付けてそのまま今撮ってます、撮ってます、うんでシャンパンを今日は飲みながらそゆるく会話をしていきたいと思います。はい、お花とともにあとこの率とともにそうじゃあ10分測っていくよ早速。はい、いくよ、よーいスタート。スタート。じゃあシャンパン飲んでる10分間楽しんでください。そうね、酔っ払わなきゃさて何を話しましょうか。なんだろう、まあ今日はね結婚3年記念日の日の夜そうだよ。だね。だからあっという間のような、長かったような、なんかなんだろうね、あっという間だと思うけど、なんか細かく振り返っていくと長かったなってそういうもんだよね、うんそういうのってね全部そうだよね、だってその家族との関係とかもさ、そうなんかやっぱりすぐ解決したわけじゃないから結構長い時間かかったじゃん。いろいろあったよ。だって結婚した時は生後はまだ仕事してなかったし、自分もまだ仕事ね、ついてなかったからいろいろね、変わったけど、そうで仕事してなかったのはね結構大変だったかも。逆になんか1年間丸々仕事できなかったじゃん自分。なんかその資格っていうかなんか、働いていい許可がアメリカから降りてなかったから働けなかったんだよね1年間。そうだから働きたい、お金稼いでなんかねブレン助けたいって思ってたけど、なかなか働けなくて。こっちもね俺もねなんか仕事見つけるのが時間かかったからね、結構、だってその日本から出てアメリカに来たのが7月で、仕事見つけたのが9月だったよ、9月の最後の方かな、でそれはただ3ヶ月だけのなんか派遣みたいな仕事で、それが終わったら何もなくて、結局次の仕事コロンバスでの仕事に就いたのは4月だったから、結構ね、大変だったね。大変だった。その時はその間いろいろやっぱり喧嘩もしたもんね、なんかやっぱり自分たちの生活が安定してないと、なんかその昔もそうだったけどお金が足りないとか、なんか住む場所がちゃんと自分たちのがないとか、そういう不安があるとやっぱり喧嘩のもとになるよね。なるね。でも本当にブレンのお母さん家族には助けてもらった、ね、でも自分たちはね仕事もなくて家もないところに申し訳ないけどね、ちょっと助けてもらって一緒に住ませてもらって、なんかこんななんかポットでのさ、なんか自分がね、ブレンと結婚したけどなんかお母さんとお父さんとか俺のこと全然知らないじゃん、だって本当にお母さんは日本で会ったことあったけどさ、お父さんアメリカに行って初めて会ったじゃん。そう、ランディスとリアムとかもそうね、そうお母さん以外俺も知らなかったからすっごい不安だった、でもなんかね兄弟とはすぐ仲良くなったけどね、みんな優しくて可愛かったからですぐなんかもうなんか「セゴセゴ」って、なんかいろいろいつも来てくれてそうだね、あれは本当に嬉しかったね、ね、ですもう日本語頑張ってくれたしね。そうでお母さんはいつも通りなんかウェルカムな感じで迎えてくれたし、お父さんもすっごくなんかもう今はもう愛で溢れてるって感じ。今もお父さん大好きね。お父さんからお祝いのメッセージ来たけどまだ返せないでも結構1時間前ぐらいに来た、そうお父さんが本当にね素敵なお父さん。ブレイの家族みんな素敵
そう思ってくれて嬉しいよ。本当に良かったって思う。最後の家族も素敵だよ。まあ、そうだよそうだよ。最後の家族も好きだよ。家族もそう。なんかなんだろうね。やっぱブレの家族もすごいさ受け入れてくれるのに時間かかった、けどなんかうちの家族もやっぱり受け入れるのに時間かかったし、別に受け入れてくれてないというか悩んでる時間がすごく嫌だとか、そういうのじゃなくてなんかね、まあ、結局最終的にはね、なんか受け入れてくれてるっていう事実がすごくありがたい、そうだよって思えるよね。まあね、日本からね離れてたからさ、時間が止まってたって感じだったよね。そうだから進みたいけど直接会って話せないっていうなんかもどかしさ、そう時間だけが過ぎてく。やっと去年ね直接会って話して、今はいい感じだね。そうね、よかったね。よかった本当にね、ありがたい。みんなに感謝だな本当にね。運がいいよね。そうだよ自分たちって、そうだよね。まだあるのかなこれ中身見えないね。ちょっとあるよ。俺のもうちょっとかな。あなかったそんなにこれイタリアのやつだって。あ、そうなの、イタリアのシャンパン、シャンパンってかプロセッコ。プロセッコ。シャンパンはあれだってフランスの、なんか一つの場所から来たものだけはシャンパンと呼んでいいんだって。あ、聞いたことある。てかブレが言ってくれたのも。よしカメラに映ってるよ。美味しい。てかシャンパンってでも全部同じ味すると思う。でも辛口好きじゃないシャンパンの。なんか一回日本でさ、なんかクリスマスか何かの時に買ったけどさ、シャンパンかプロセコかどっちか買ったけど、間違って辛口買って、なんかあんま好きじゃなかった。それでもこれは好き。美味しいね。飲みやすい。なんか甘いのもあるよね。ある。昔子供が飲むシャンパンとか飲んでた。ドラえもんとかがさ。ドラえもんはなかったけどブドウの上しかなかったそれはでもあれだよ、ニューイヤーズのそうね時に飲んでたよ。自分たちはなんだろう、クリスマスとかかな。今だと多分鬼滅の刃とかなんじゃないかな。その映画キャラクターがドラえもんかな。みんなに受けるからドラえもん、クレヨンしんちゃん。あれは子供のビールは飲んだことあった？ある。どんな味するそれ？でもねビールの味すると思う。するの？でもなんか苦くないよ。苦くないけど、まあ、炭酸、もう覚えてないわ。でもなんかビールのバイトの時はそれたまに出してたけどさ、どんな味するんだろうねと思った。でも子供でも飲めるから多分苦くない。ちょっと甘い？ちょっと甘いと思う。よし食べちゃあかんよ。今ハモったね。よし食べちゃあかんよな。ダメだって。美味しい。このなんていうんだっけこれ、リリー、ユリの花は猫は食べちゃいけないんだって。毒なのか。そう、猫には。だから後であげなきゃね。そうね、ダメだよアンシュ。これが入ってたの？中に入ってたよ。逆こう。そうでポンって。そうだってこれもどこにいた？そのなんかツイスト？そうワイヤーのやつも、これ取っとけば結構記念日これここにさ、いいんじゃない？ネックレスとかして取っとっていいんじゃない？宝箱に入れて。宝箱にいいかもね。本当？なんか書けばいいじゃん。2000何年ってここに。いいと思う。ほんま？ねえ、今日はでもね、朝 YouTube ライブやってみんなと1時間半話して、その後なんかちょっとゆっくりして、で聖子が仕事行って、で自分はゲームをやって、でアッシュはずっとお昼寝してました
一日長かったね今日。うんね、7時に起きたからね。だって最近はさ11時に起きるようになっちゃったじゃん、なんかそうなんか今仕事があんましなくて自分だからねなんかすごいレイジーになっちゃったよね。やばいよね、仕事が始まった時が大変だよ。そう怠け者になってる。怠け者生活だって自分も今日7時に起きて YouTube ライブやってその後昼寝したもん。だって起きた時さなんか体が慣れてないとさ、なんか早くないけど7時、でも7時に起きてなんかうわ気持ち悪いって思ってなんかわかるなんかお風呂入る時とか嫌だなんか気持ち悪い。わかる、なんか慣れてないからね本当に、なんかもう自分だって11時ぐらいに最近起きてるからさ、なんか7時に起きるのはもう早朝4時とかに起きてる感覚だよね。でもちゃんとさほら昨日ちゃんとさ12時ぐらいに寝たじゃん、でも寝つきがすごい悪くて、それはかわいそう。結局多分寝れたのは1時とか、寝れなかった。かわいそう。俺はすぐ寝たわ、だって体内時計がもう変わっちゃってるからさ、ちゃんと直さなきゃだよ。でも直す意味ないでもブレンが仕事をしてる時はさなっちゃった。ブレンが仕事をしてる時はなんか自分もその時間に起きてたけどね。ね、どんどん遅くなっちゃったね、しょうがないか、今だけだよね。じゃあ10分のトークが終わったので、ここからは質問コーナープラスあとはその相談室のコーナーをしていきたいと思います。で今回は前回相談室をやったので、今回は質問に答えていきたいと思います。今日は2つやるんだっけ。2つ、質問1個だとすぐ終わっちゃうので2つ質問に答えていきます。じゃあ1個ずつ読む。じゃあペンネームこままさんと、お二人は日本のコンビニのアイスクリームで好きなアイスはありますか？よく食べていたコンビニのアイスクリームとかありますか？だそうです。あります何？でもね1個は難しい。1個に決めるのは大変。まあ何でもいいんじゃない？好きなもの。なんかパルムも大好きだし、あとはなんだっけチョコモナカジャンボ。そうそれ、チョコモナカジャンボ。チョコモナカジャンボね。チョコ系だとそれ。でもあとは普通にガリガリ君も好きだし、あとは焼き芋のアイスも好き。美味しいよね。あとはなんか初めて見たやつを食べてみるのが好きとか。なるほどね。自分は白熊も好き。白熊好きだし、あとはとりあえずシャーベット系が好きかな。なんかそのフルーツをふんだんに使ったシャーベット系が好き。そのパイナップルシャーベット、オレンジシャーベット。ガリガリ君も好き？ガリガリ君も好きだけど、なんか自分歯が痛いからなんかこうやってすくって食べるのが好き。でベロで受け止めて食べる。あれ食べてたじゃん、なんだっけ、アイスボックスみたいなやつ。そう、アイスの実。この丸いやつね。あれ好きだった。あれよく食べてたね。そうアイス自分本当に普段食べないんだけど、食べるとしたらそれ感じ。そういうのね、食べる。シャリシャリしたやつ。ペンネームクーさんと、いつも楽しく見させていただいて癒されています。質問です。聖子さんとブレンさんは今一番何をしている時が楽しかったり癒されたりしますか？癒されるのはアッシュと遊んでる時かな。そうね。あとアッシュが隣で寝てる時とか。いいよね。なんかもう本当に今この状況だからさ、そのコロナウイルスの状況で外出とかできないから、本当にもう家の中でいかに自分たちで楽しくできるか、だからもう本当にアッシュが来てくれたことによって癒しが増えたよね。ブレンといても癒されるけど、なんかまた動物って違う癒しをさ、与えてくれるじゃんね。純粋って感じ。そうだからなんかもう気持ちが大変な時とかはアッシュ、あとは聖子となんか映画とアニメとかを見る時が楽しい。そうね、アニメもブレンは自分がなんか好きなアニメとか一緒になんかシェアして最近よく見るようになったからそれが本当に楽しい。ね。
そうやっぱり自分に一人で見るよりもねブレンと一緒に見てああだこうだ話してる方が楽しいね。楽しいからね、じゃあ今日の「こんばんは第4夜」はこんな感じになります、はい。4夜ってことはもう1ヶ月やったってことだね。4週間にわたってやってるってことだから早くない？ね、だからまあこんな感じでみんなの質問とか、相談に答えていくので、もし何でもいいのでね、質問相談があったら気軽に送ってください。あと読んでもいいや、そのペンネーム付きで送ってくれると私たちも読みやすいのでお願いいたします。はい、はい、この番組この番組こんばんはは毎週土曜日の9時に投稿してるのでぜひ見てください。はい。ということで、じゃあこの動画面白いなと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録忘れずにしてってください。はい。あとは概要欄の、SNS ブロググッズ、あとその相談部屋の、G メールのメアドがあるのでそれをチェックしてください。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃないいい夢をだよ。では皆さんいくよせーの。では皆さんいい夢を。おやすみなさい。まだ慣れないな今となんかお辞儀するかどうかってすごいためらった感じ。おやすみなさい。おやすみなさい